証拠として提出されたのは、目撃証言と、その自白書だけ、あるいは、誰も聞いていなかった。1990年代、フィリピン中部の小さな村から始まった、ある話だ。扉が、開いた。光が差し込む。その瞬間、法廷に静寂が落ちた。女性は立っていた。両手を胸の前で組み、唇を固く結んで、裁判官の声が静かに響く。読み上げられた言葉は、たった一語だった。無罪。その瞬間、彼女の膝が震えた。隣に座っていた弁護士が、そっと肩を支えた。傍聴席の奥から、誰かが泣き崩れる音がした。娘だった。22年ぶりに、母親の名誉が、戻ってきた。廊下に出ると、報道陣が押し寄せた。カメラのフラッシュが何度も光る。彼女はただ、静かに目を閉じた。ゆっくりと、深く、息を吸って、その表情に、怒りはなかった。悲しみも、もうなかった。あるのはただ、長い疲労だけだった。22年、それが、彼女が奪われた時間だ。冤罪。その言葉は知っている。でも、22年という重さを、本当に想像できるだろうか。子供の誕生日を、牢の中で数えることを、自分の無実を叫び続けながら、誰にも届かないことを、なぜ、彼女は罪人にされたのか。それは、技術がなかったからだ。当時のフィリピンには、ある鑑定手法が存在しなかった。一本の毛髪、わずかな血痕から真実を読み解く。その技術が、目撃証言があった。自白があった。だが、そのどちらも、真実ではなかった。では、真犯人は、どこにいたのか。その問いに答えるためには、物語の最初に戻らなければならない。1990年代、フィリピン中部のある村で、彼女が普通に暮らしていた。あの頃に、IMG、緑豊かなフィリピンの農村、朝霧の中に家が並ぶ風景。1990年代初頭、フィリピン中部のビサヤ地方、小さな農村に一人の女性が暮らしていた。彼女の名は、マリア。年齢は、20代の前半。早朝から起き出し、隣人に声をかける。洗濯物を干しながら、子供たちに手を振る。そういう人だった。IMG。農村の市場。色とりどりの野菜と果物。賑わう人々。村の市場で、彼女は野菜を売っていた。毎朝、夜明け前に起きる。母親と並んで、荷物を運ぶ。重いかごを頭の上に乗せながら、それでも笑顔だった。稼ぎは多くなかった。一日の売り上げは、家族の食卓を賄う程度。それでも文句一つ言わず、毎日同じ道を歩いた。IMG。夕暮れの農村。親子が縁側に座る温かな風景。夕方になると、彼女は弟たちの勉強を見た。いつか学校の先生になりたい、と言っていた。近所の子供たちに、読み方を教えることもあった。夢は、小さかった。でも、確かに、そこにあった。IMG。フィリピンの農村コミュニティ。祭りの準備をする人々。村の祭りでは、彼女が中心にいた。飾り付けを手伝い、食事の準備を仕切る。誰かが困っていれば、真っ先に駆け寄った。マリアがいれば大丈夫。村の人々は、そう言っていた。それが、1995年の夏まで、続いていた。IMG。雲が広がり始める農村の空。変化の予兆。その年の夏、雨季が始まる少し前のことだった。村に、不穏な空気が漂い始めた。ある夜、悲鳴が聞こえた、という者がいた。翌朝、人が集まった。ざわめきが、波のように広がった。誰かが死んだ。それだけは、わかった。だが、誰が、なぜ、どのようにして、その答えを導く技術が、当時のフィリピンには、
存在しなかった。後に残ったのは証言だけだった。確かめようのない誰かの言葉だけが、静かな日常が音もなく崩れていく。その朝、マリアはまだ知らなかった。自分の名前が事件と結びつけられようとしていることを。IMG、朝霧に包まれたフィリピンの農村風景。細い土の道、静寂。その朝、村は変わっていた。空気が違った。人の声がどこかざわついていた。1990年代初頭、フィリピン中部の小さな村。舗装されていない道が続く。その集落で一人の子供が死んでいた。性的暴行を受けた痕跡があった。命が奪われていた。IMG、集まる村人たち。表情がこわばっている。警察が来た。現場を見た。そして捜査が始まった。だが、当時のフィリピンには DNA 鑑定という技術が存在しなかった。指紋照合も精度が低かった。科学がまだそこまで届いていなかった。手元に残るのは目に見えるものだけ。証言、状況、そして誰かがあの人を見たという、その一言だけ。IMG、村の一角、古びた家の前に立つ一人の女性の後ろ姿。マリアはその村に住んでいた被害者と面識があった。それだけで十分だった。疑惑が向かってきた。誰かが言った。あの夜、マリアがいた。と、別の誰かがそれを繰り返した。言葉は伝わるうちに形を変えた。IMG、薄暗い取調室。一人きりの女性。取調室に彼女は連れて行かれた。弁護士はいなかった。録音もなかった。何時間が経ったのか記録は残っていない。やがて一枚の紙が用意された。署名を求められた。彼女は書いた。それが自白とみなされた。IMG、裁判所の外観。重い空。裁判は長くなかった。証拠として提出されたのは目撃証言とその自白書だけ。それで十分とされた。判決は有罪。強姦殺人罪。マリアは何も言えなかった。言葉が出なかった。あるいは誰も聞いていなかった。IMG、刑務所の鉄格子。光の差さない廊下。扉が閉まった。音が響いた。それきり外の世界は遠くなった。彼女には幼い子供がいた。その子の顔を最後に見たのはいつだったか。もう思い出せなくなっていくことが一番怖かった。技術がなかった。ただそれだけで一人の人間の人生が止まった。だがこの話には続きがある。22年後、その扉は別の形で揺れ始める。次に来るのは逮捕の記録だ。マリアの逮捕ではない。本来裁かれるべきだったあの人物の話だ。IMG、薄暗い取調室。むき出しの電球が一つ揺れている。1999年、フィリピン中部の小さな町。マリアは引き連れられた。取調室の椅子に座らされた。警察官たちは最初から決めていた。犯人は彼女だと。理由は単純だった。彼女は被害者の近所に住んでいた。それだけだ。それだけで互いは確信に変わった。IMG、薄汚れた壁、シミのついた天井、逃げ場のない空間。取り調べは長時間に及んだ。食事は出なかった。睡眠も許されなかった。弁護士は呼ばれなかった。何時間が過ぎたかわからなくなった頃、紙が目の前に置かれた。サインしろ、と声がした。マリアには読む力があった。書かれている内容も理解できた。それが
どれほど恐ろしいものか、も、IMG、ルエルテ、インクの紙、一枚の紙、署名した、自白した、と記録された、強要だったか、疲弊だったか、それを証明する術は、当時、誰にもなかった。IMG、法廷、傍聴席に並ぶ人々、静まり返った空気、裁判は、早かった。証拠は、二つだけだった。一つは、自白書。もう一つは、目撃証言。目撃者は、言った。あの夜、彼女を見た。と。だが、その証言には、矛盾があった。時刻がずれていた。場所の描写も、曖昧だった。弁護側が指摘しても、裁判官は動かなかった。IMG、判決文。太い文字で記された。有罪、有罪。強姦殺人罪。懲役20年以上。法廷に、声はなかった。マリアだけが、飢えていた。DNA 鑑定という技術が、フィリピンに存在しなかった。血液型だけでは、個人は特定できない。繊維だけでは、現場の証明にならない。それは、誰もが知っていた。知りながら、判決は下された。IMG、刑務所の鉄格子。遠ざかる外の景色。一方で、本来裁かれるべき人物は、国境を越えていた。マリアが有罪を言い渡された。その年、彼は、すでにフィリピンを出ていた。静かに、誰にも知られることなく、逃げた先は、マレーシアだった。新しい名前を持ち、新しい生活を始めた。誰も、追わなかった。追えなかったのではない。追う理由が、なかったのだ。犯人は、もう捕まっている、と思われていたから。IMG、マリアの独房。窓のない部屋。差し込む一筋の光。22年間、その男は、自由だった。22年間、マリアは、鉄格子の向こうにいた。だが、時間は止まらない。やがて、技術が追いついてくる。そして、記録が、語り始める。次に明かされるのは、塀の中での話だ。IMG、薄暗い牢獄の廊下。遠くから鉄皮の閉まる音が響く。鉄格子は、冷たかった。朝も、夜も、変わらない冷たさだった。マリアが収監されたのは、1990年代初頭のことだ。フィリピン中部の矯正施設。コンクリートの壁、剥げかけたペンキ。隙間から差し込む、細い光だけが、時間の経過を教えてくれた。IMG、窓の格子から差し込む一筋の光。最初の1年は、泣いていた。次の1年は、叫んでいた。3年目からは、黙っていた。叫んでも、誰も来なかった。泣いても、扉は開かなかった。沈黙だけが、自分を守る鎧になった。IMG、薄汚れた壁に背を預けて座る女性の後ろ姿。施設の中には、100人を超える女たちがいた。殺人犯、窃盗犯、麻薬犯、それぞれの罪を背負い、それぞれの時間を潰していた。マリアは、その中で異質だった。やっていない。と、ずっと言い続けていたから、IMG。古びたノートに文字を書き続ける手元。ほとんどの受刑者は、やがて口を閉じる、争うことをやめ、日常に溶け込んでいく。それが、生き残るための知恵だ。マリアは、違った。面会のたびに、訴えた。弁護士が来るたびに、話した。書けるものなら、何にでも書いた。IMG。面会室のガラス越しに話す女性。2000年代に入ると、施設の環境は少しずつ変わった。識字教育のプログラムが導入された。マリアは、そこで初めて、自分の判決文を読んだ。読んで、息が止まった。証拠は、目撃証言だけだった。物証は、一つもなかった。ただ、見た、という言葉だけが、彼女の22年を作っていた。
IMG。古い裁判記録のクローズアップ。それでも、生きていた。なぜか、娘がいたから、事件の前年に生まれた、まだ幼い娘が、その子の顔が、壁に貼った小さな写真の中にあった。IMG。色あせた家族写真。出られなければ、娘に会えない。会えなければ、生きている意味がない。だから、出なければならない。理由は、それだけだった。単純で、強くて、折れない理由だった。IMG。夜の独房。遠くから聞こえる虫の声。20年が過ぎた。娘は、大人になっていた。マリアの髪には、白いものが混じり始めていた。時間だけは、平等に流れる。正しいものにも、間違った場所にいるものにも、IMG。施設の外で空を見上げる人影。諦めなかった人間が、いた。塀の外で、ずっと動き続けていた人間が、次に語るのは、その人たちの話だ。塀の外にも、時間は流れていた。しかし、止まったままの人間がいた。マリアの無実を、信じ続けた人たちだ。娘のルシアは、毎月面会に通ったバスを乗り継いで、片道4時間。それを22年間続けた。一度も欠かさなかった。面会室のガラス越しに、母の顔を見る。老いていく顔を。白髪が増えていく母を。それでも、ルシアは笑顔を作った。崩れそうな笑顔を。必死に保ちながら、弁護士のアルバレスが、この事件を知ったのは、2009年のことだ。人権団体の資料の片隅に、マリアの名前があった。たった3行の記述。それが、全てだった。彼は、ファイルを閉じなかった。翌朝、拘置所に電話を入れた。記録を取り寄せた。当時の裁判資料を、一枚一枚読み込んだ。読めば読むほど、おかしかった。目撃証言の矛盾。自白の教養を示す記述。そして、何よりも、物的証拠が、一つもなかった。これは、おかしい。アルバレスは、そう確信した。市民団体、フィリピン無実の会が動いたのは、2012年だ。メンバーは、わずか8人。弁護士、元検察官、大学教授、そして元受刑者、それぞれが、それぞれの傷を抱えていた。彼らは、署名を集めた。街頭に立ち、マリアの話をした。最初は、誰も聞かなかった。通り過ぎる人々の背中を、ただ見送った。それでも、続けた。2015年、ようやく地方紙が記事にした。小さな記事だった。3段組、写真なし。それでも、読んだ人間がいた。元法医学者のサントスだ。彼女は、記事を切り抜いて、壁に貼った。そして、アルバレスに連絡を入れた。DNA 鑑定を、やり直せるかもしれない。一行のメッセージ。しかし、その一行が、全てを変えようとしていた。2017年、フィリピン国家警察に、新しい設備が導入された。高精度 DNA 解析システム。それまで不可能だった再鑑定が、技術的に可能になっていた。アルバレスは、申請書を書いた。却下された。もう一度、書いた。また、却下された。3度目の申請書を提出したのは、2019年の春だ。そこには、ルシアの署名もあった。サントスの分析レポートもあった。そして、22年分の面会記録も、添付されていた。返答が来るまで、9ヶ月かかった。封筒を開けたとき、アルバレスの手が震えた。承認。たった一語だった。マリアは、まだ知らなかった。塀の向こうで、何かが動き始めていることを、新しい証拠が、静かに、その姿を表そうとしていることを、IMG。古びた証拠袋が並ぶ薄暗い検察の保管室。一本の試験管が、照明の下で静かに光を受けている。
2021年の冬、マニラの国家犯罪捜査研究所に一通の要請書が届いた。差出人は弁護士アルバレス。内容は単純だった。1999年に採取された証拠物を再鑑定してほしい。22年間、その袋は棚の奥に眠っていた。誰も手を触れなかった。必要がなかった。ではない。技術がなかった。IMG。白衣の技師がマイクロピペットを静かに操作している。拡大鏡の向こうに微細なサンプルが広がる。当時の鑑識には DNA 解析の設備がなかった。あったのは目撃者の記憶、そしてマリアの自白。それだけで判決は下された。研究所の技師レイエースは受領書に署名しながら息を飲んだ。袋の中には被害者の遺留品が残っていた。奇跡的に劣化を免れた繊維片が一つ。そこに微量の生体反応が残存していた。分析には3週間かかった。IMG。プリンターから吐き出される長い紙、数字と記号の列。技師の顔がだんだんと固まっていく。レポートが出た朝、レイエースは所長室に直行した。走ったと言っていい。マリアのプロファイルと遺留品の DNA は一致しない。完全な不一致。さらにもう一つのプロファイルが神田。遺留品に残された別の人物の痕跡。名前はまだわからない。ただデータは静かに語っていた。この人物は別に存在すると。IMG。インターポールのデータベース画面。照合値を示すプログレスバーがゆっくりと進んでいる。アルバレスはそのデータをインターポールへ紹介した。返答まで6週間。マリアは知らなかった。棒の中で彼女はいつもと同じ朝を過ごしていた。5時に目を覚まし、冷たい水で顔を洗い、窓のない壁を見つめる。22年間繰り返してきた朝。塀の外では一枚の紙が静かに届こうとしていた。そこに印字された名前が全てを変える。最新の扉はまだ開いていない。しかし鍵はもうそこにある。IMG。薄暗い法廷。古びた木製の椅子。傍聴席はがらんとしている。6週間が過ぎた。アルバレスの手元に一通の封筒が届いた。インターポールの紋章が静かに光っている。中を開く指がわずかに震えていた。印字された名前。それはマリアのものではなかった。IMG。封筒を握るアルバレスの手の。マリアが収監されたのは1999年、フィリピン中部の小さな村で起きた交換殺人事件。被害者は7歳の少女だった。当時の捜査に DNA 鑑定という選択肢は存在しなかった。証拠は目撃証言と強要によって書かされた自白書。ただそれだけだった。22年間彼女は罪を認めなかった。IMG。色あせた裁判記録のページ。再審請求が正式に受理されたのは2022年の3月。フィリピン最高裁が新証拠の提出を認めた。高精度 DNA 再鑑定の結果が初めて法廷の場へ持ち込まれた瞬間だった。検察側は抵抗した。22年前の判決は適正な手続きに基づいている。そう主張した。だが証拠は語り続ける。数字は嘘をつかない。IMG。法廷内。マイクの前に立つ弁護士のシルエット。DNA 型は完全に一致しなかった。マリアのものとは全く。法廷が静まり返った。傍聴席の数人が息を飲む音がした。裁判長が書類に目を落としたまま動かなかった。沈黙。長い
沈黙。そして同じ週、マレーシアのクアラルンプールで、一人の男が拘束された。インターポールの国際手配に応じた。現地当局による逮捕だった。男の名は公開されていない。年齢は40代。事件当時、被害者の村の近くに住んでいた。IMG。空港の監視カメラ映像を模したモノクロ画像。人影。彼は22年間、国外で生きていた。マリアが冷たい壁を見つめ続けた。その時間と同じだけ、最新の判決期日が指定された。2022年9月14日、マリアはまだ壕の中にいた。誰もまだ何も告げていなかった。窓のない壁がいつも通り彼女の前にあった。扉の向こうで世界が動いている。彼女だけがまだ知らない無罪の言葉が彼女の耳に届く日はもうすぐそこまで来ていた。IMG。刑務所の外、光の中に立つ一人の女性の後ろ姿。2022年9月14日、マリアはその日の朝もいつもと変わらない棒の中で目を覚ました。壁は冷たく、頬は薄く、空気は重かった。22年間繰り返してきた朝と何一つ違わなかった。扉が開いた。看守ではなかった。弁護士が立っていた。その目が潤んでいた。無罪です。その3文字が空気を割った。マリアは動けなかった。声も出なかった。ただ、膝がゆっくりと床に落ちていった。IMG。法廷の外、空を見上げる表情。22年、7000日を超える夜、彼女が奪われたのは、青春だけではない。母親になる時間。愛する人の死に立ち会う時間。笑いかけてくれる誰かの隣にいる時間。すべてが戻らない。釈放後、マリアは故郷の村へ帰った。しかし、待っていたのは温かな歓迎だけではなかった。元受刑者という目がまだそこにあった。仕事は見つからなかった。眠れない夜が続いた。無実が証明された後も傷は消えなかった。IMG。空き地に一人座る女性の横顔。フィリピン政府は再審無罪に対する公式な謝罪をまだ出していない。保証の制度は整備途上にある。弁護団が保証請求の手続きを進める中、マリアは問われた記者に静かにこう答えた。お金より名前を返してほしい。その言葉が全てを語っていた。IMG。夕暮れの村道を歩く後ろ姿。変わったものがある。そして変わらないものがある。DNA という技術が真実を掘り起こした。それは確かだ。しかし、技術が証明できるのは事実だけだ。失われた時間を取り戻すことはできない。刻まれた記憶を書き換えることもできない。22年間、彼女が見上げていた天井。その後は、今も彼女の中にある。正義は、遅れてきた。だが、それを、来た、と呼んでいいのか。マリアの問いは、今もまだ、宙に浮いたままだ。IMG。夜空を見上げる女性の静かな表情。この物語に、綺麗な結末はない。あるのは、一人の女性が、今日も生きているという事実だけだ。それでも彼女は、朝になれば目を開ける。壁のない部屋で、自分の名前を、胸に抱いて、この22年が、何を残したのか。次の問いが、静かに始まろうとしていた。IMG。薄明かりの中、開いた窓から差し込む朝の光。カーテンが静かに揺れている。22年。その数字を口の中で転がしてみる。重さがある。質感がある。ただの数字ではない。マリアが失ったのは時間だけではなかった。20代の朝、30代の夏、母親が老いていく姿を鉄格子の向こうから見送る日々。取り戻せるものと
取り戻せないものがある。法律はその区別をしてくれない。IMG。古びた裁判所の外観、正義の像が静かに佇んでいる。DNA 技術が真実を語った。それは確かだ。科学は嘘をつかなかった。だが、問いは残る。なぜ22年もかかったのか。技術がなかったからだけが理由か。証言を疑わなかった者たちは、自白を強いた者たちは、その夜、何を見て、何を見なかったのか。答えは、まだ、誰も口にしていない。IMG。無数の書類が積み重なった机。その上に、一枚の無罪判決書。フィリピンだけの話ではない。技術が届かない場所で、今この瞬間にも、誰かが誰かの言葉だけで裁かれている。目撃者の記憶は曖昧で、自白は痛みの中で生まれ、証拠は消える。それが世界の現実だ。マリアは今日も生きている。壁のない部屋で目を開ける。自分の名前を胸に刻んで、それは小さな奇跡かもしれない。だが奇跡に頼るべき話では決してない。IMG。夜明けの空、地平線に光がにじみ始めている。あなたに一つ聞かせてほしい。もし、あなたが彼女の立場だったら、証明する術もなく、信じてくれるものもなく、ただ時間だけが過ぎていく中で、それでも声を上げ続けられるか。正義は、遅れてきた。だが、遅れた正義を、正義、と呼ぶことに、あなたは、納得できるか。この問いの答えを出すのは、法律でも、科学でも、ない、あなた自身だ。